新しいメイクをしてみようと思うきっかけってずっとコンプレックスだった。大人になってから好きにはマジでいい。もうないと無理です。こんにちは、上野ありさです。今日はですね、結構前にインスタで募集したんだけど、メイク関連の質問を、メイク動画っていうものをさ、あんまり Vlog の中でメイクしたりとか、ゲットレディ自体も最近やってないので、メイク動画を撮ってなかったので、なんかメイクのポイントだったり、最近のお気に入りのメイクのアイテムだったりとか、そういう質問が、メイク関連の質問を募集しますっていうのをやったので、それに答えながらメイクをしていったり、紹介したりとかしていこうかなと思います。ではどんくらい来てんだろう。でも結構来てるね。すごい結構来てました。ありがとうございます。質問送ってくれて。なんかそういう風にさ、細かく解説っていうかさ、いつも流れ作業みたいにさメイクすることが多いので、細かく解説しながらメイクをしていけたらなと思います。で、私は職業からやっぱさ、いろんなさブランドさんから新作をいただいたりとかで、いろいろ試すので、新しいもの届いたら試してみて、これは使うなとか、これは使わないなとか、合うな合わないなとかやったりとかいう感じなので、多分他の方よりサイクルが早いっていうか、いろいろ試すので、最近は毎日これ使ってたけど、次からまた別の毎日これ使ってるみたいな風になる感じが多くて、最近の今現在2026年春のみたいな感じにはなると思うんだけど、紹介していきたいと思います。イエベブルベなど気にされますかっていう質問が来てて、私はイエベブルベとかはもう本当に全然気にしてません。多分ブルベだけどイエベのものを使いがちなんだけど、わかんないどっちなの？どっちですか？私って何ベ？なんか日焼け好きだからイエベとか勝手に思ってたけど、そういう問題じゃなさそう。はい、エトボスの日焼け止め化粧下地を使っていきます。これすごく軽くて、単体ですっぴんの時、保育園の送り迎えとかでもいいし、化粧下地としても使えるので、私は化粧下地として使う時もあれば、今日は下地は下地で使うんだけど、日焼け止めは本当にしょっちゅう変わるかな。化粧品の中でも使い切りが起こる、スキンケアみたいな感じで使い切るアイテムになるので、毎日使うから結構いろいろ好きなものを、ダルバはトーンアップ、ここにもあるんだけど、もうね、この上がねすごいんです。また片付けてもね、ここになるべくリビングに物を置かない、あれでだよ、物を置かないようにしてるので、ここに荷物がダルバどこ行った？大変なことになってるんですけど、ダルバのトーンアップはもちろんずーっと使ってるんだけど、ボスこれ最近お気に入り。ちょっとトーンアップするような感じ。ほら、すっぴんでもこれでもう日焼け止め塗れましたっていう感じなので、あとセンテラスキン1004の、それもね下にあるんだけど、青い蓋の日焼け止めもとっても好きで使ってます。よくあれもすっぴんの時にもすごくおすすめで、これが全部日焼け止めのストックです。こんなにある。で、化粧下地は最近はこちらの、これもよく使ってる最近ビリビーチの日焼け止めです。化粧の時はね、このポーチに入ってるんでこれを使うことが多くて、で下地はこのモチプライマーを最近は使ってて、あとジバンシーのトーンアップしたいなとか、ちょっと例えば今日はレディーライクなコーデだから、ちょっと女性らしいお化粧にしたいなとか、可愛らしい印象にしたいなとか、トーンアップではね、完全に綺麗、透明感をすごく出してくれるので、このジバンシーのプリズムリーブルのパープルを使ったりで、特にベーシックな日、普通の日はこのモチプライマーを使ってます。今日はモチプライマー使います。年齢を重ねてメイクの方法はどんなところを変えましたか？やっぱ肌もそうだし、厚塗りしすぎないようにっていうのと、あとやっぱ薄くなったよね。なんか意識したっていうより、濃いメイクが完全に似合わなくなったっていうか、前ほど薄くなったのと、あとはなんか可愛くしすぎない、あとシワの小じわが入るところに重ねすぎないとか、そういうことを意識するようにしてるかもしれないです。はい、こんな感じでプライマー塗りました。で、ファンデーションに関しては、ファンでしたら毛穴のポツポツに粉が埋まってるのが気になって、どうしたらいいですか？そこの部分にやっぱパウダー塗らないのが一番いいと思う。リキッドファンデとかクッションファンデって塗ってすぐは結構テカテカ、ツヤツヤっていうよりテカテカに見えちゃって、パウダー塗らなきゃってなるんだけど、ちょっと時間が経つと肌に馴染んでくるから、パウダーなしでもいけるファンデーションが結構多いので、一回パウダーなしを試してみるといいんじゃないかなと思います。ファンデーションはもう本当に私はいろいろ使います。
ご存知の通りで、去年のベスコスにも選んだのがやっぱヘラのブラッククッションで、これもやっぱりすごく好きでめちゃくちゃ使ってる。程よいカバー力とやっぱクッションファンデを相当研究されたんだなっていうのは、汚いんだけどマジでっていうような、本当に肌をきれいに見せてくれて嫌なものを隠してくれて、すっごく使いやすい。なのに厚塗りにならない。やっぱ厚塗りにならないのは気をつけてるかな。でも厚塗り系ファンデも可愛いんだよね。厚塗り系ファンデの時はパウダーしないとかにしてるかも。薄付きのファンデだった時はパウダー重ねたりとか、そういう感じにしてます。で、あと最近このミルクタッチのグロークッションもめちゃくちゃ好きです。で、リキッド関係だとジバンシーのプリズムリーブル、これはレイちゃんが私にいつも使ってくれてるもので、結構カバー力あります。これは資生堂のこのやっぱね、このファンデーションすごいよ。これはタイのサムイ島のゲットレディとかでも見せたと思うんだけど、両手に出してこう手をこすり合わせてもうスキンケアみたいに塗るのが一番楽で、意外となんか手洗わなきゃいけないけど、それを加味してもクッションより時短になるっていうので、バババって化粧したい時とかにも使うし、本当にお肌をきれいに見せてくれます。で、あと最近好きなファンデがクラランスのここにないかな、美容液とね一緒になってるファンデーションで、そのねクラランスのファンデーション字幕でテロップで入れときましたもうすごくあったこんなとこにあった。こっちが美容液でこっちがファンデーションになって、プシュって押すと両方出てくる。だからすごいスキンケアなんつうの、長時間化粧しなきゃいけない人とか、毎日すごい長い時間化粧してる人とかは安心して使えるので、スキンケア成分がこんなにね、そもそもこっちも美容液ファンデなのにプラスで美容液がついてくるので、肌への負担が少なくって、むしろなんかお肌にいいことっていう感じなので、長時間ファンデつけなきゃいけない子とかには特におすすめのファンデです。何にしよっかな今日ファンデ。じゃああんまり使ってないやつとかの方がいい。あとめっちゃカバーしたい時とかはこのグッチもめちゃくちゃいいです。これカバーにSK2 のもう使い切っちゃって空っぽになって、まだ新しいの開けてないんだけど、 CC クリーム、私がいつも紹介していた、これちょっと旧タイプ、今さ丸い貝殻みたいな形になってる CC クリームはめっちゃいい。これはファンデじゃない、まあファンデだよね、ファンデじゃないけどファンデなんですよ。で結構カバー力もあるし、色も明るすぎなのね。これが古い方から使おうと思って新しいの出してなかったんだ。なんでジバンシーにしようかな。プリズムリーブルをあんまり動画で使ったことない気がする。どうだろう。大体私は1プッシュぐらいしか使わないんだけど、 1.5 ぐらいはここに出して、 1.5N 版なんだけど、ちょっとこれね私明るいかも、 2N ぐらいがいいかも。で最近はこのウェイクメイクのスパチュラブラシみたいなブラシで塗って、でもさ結構黄色いんだよな。ニュートラル N だからニュートラルなはずなんだけど、やっぱ私ってブルベなのかな、わかんない。だってさ、私が若い時そんな言葉なかったよ。みんな自由にメイクしてて、まあでもさ、似合う似合わないっていうのはさ、自分の肌をどっちかっていうのを理解した上で、似合う似合わないをブランドさん側とかさ、プロダクトが教えてくれるのはありがたいよね。いちいちさ、この色かなこの色かなとかいうのもさ、自分がどっちのベースか分かってるだけで選びやすくなるので、それは確かにいいかなと思います。はい、こんな感じで適当にスパチュラブラシでつけたらこれです。またストック買っちゃった。スタジオ17のこのパフで、もうこれがすごい。私さ、昔はさビューティーブレンダーがないと無理だった人だったんだけど、もう今水を含ませるっていうこともあんまりやってないし、ビューティーブレンダーほぼ使ってなくって、こういうパフパフブラシ、ブラシだ、パフパフパフなんかパフパフのパフを使うことが多い。しかもこれさ、もう面積がでかいから、もうちっちゃいのだったらパン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 ってやらなきゃいけないけど、それがもう大まかでいい。すっごく助かるの。でこの鼻のね山のところも忘れずに伸ばしてくださいね。あとみんな忘れがちなの、ここね、シェーディングとかやっぱボケづらいっていうか、私も結構あるんだけど、ここはきちんとやります。はい、これでファンデが塗れました。そんなにさツヤはないよねこれ。でもグローだ、グローセラムファンデーションだ。これも美容液ファンデ、大体もう今美容液ファンデだよね。だからさお肌にさ優しいっていうか、化粧したまま寝ちゃうとか、まあほぼないけど、やらない方がいいけどとかいう風になってもちょっと安心みたいなプロダクトばっかりだなって思います。こんな感じでお肌の土台をきれいにしてくれました。コンシーラーは私はこのゲランのコンシーラーが好き。でも最近あんまりコンシーラーもしてない。なんか
時短メイクばっかりで急いでることが多いのでコンシーラーをほぼやってなくて、コンシーラーはゲランのテラコッタコンシーラー 0N 版で、私がコンシーラーをつける場所はこの目の色素沈着してるので、この辺と鼻の下がやっぱ赤みがすごく出やすいので、赤みがあるところで、あとはまあ本当はなんかメイクさんとかここやってくれるんだけど、ここに私影が入って口下がってるからけど、よれるからね、自分でやるとあんまりやんない。でこれもパフでやっていきます。あとツヤは欲しいけど時間が経つにつれて皮脂でテカるのが嫌で悩んでます。おすすめのものを教えてくださいっていう質問が来てるんだけど、もうそれは今ここにないのねまたないのっていう、バッグに入れてるから。サンローランの青い私が大興奮してたパウダーになるクッションあるじゃん、あれお直しにマジぴったりなので、テカってる皮脂出てきたテカってきたってとこにトントントンってやると本当にさらっと消えるので、あれマジで一回なんか店舗とかで試してみてほしい。本当におすすめです。あれは私化粧直し用にもしてるのでポーチに入れてカバンに入れてます。そしたらばベースはほぼほぼ完成で、この後にパウダーを塗る前に私は一旦シェーディングなどをやっていきます。でシェーディングには正直そんなにもうこだわりはなくて、前はコントワみたいな感じでここほっぺ削ってここやってとかやってたけど、最近それもさなんかもうトレンドじゃなくなってきてるので、ロムアンドのこのねコントワパウダーみたいなニュートラルワーム01番をもう適当にこんな感じで取ってここに入れます。これちょっと左右差見てみようか。こっち入れた、こっち入れてない、こんな感じでちゃんとこのブレンドするのを忘れないようにします。ほら影ができたよね。こう縦にも入れてこうやってあとここね顎、はい。でたまにまあこの辺入れたりとかしてます。でノーズシャドウは私ノーズシャドウがないとダメな女なので、ノーズシャドウはこの3つを使っていて、全部使うわけじゃないんだけど、このルナソルの01番、こういう平たいタイプの、これは結構発色が弱いです。こんな感じ、自然な感じで、カネボウのはコンシーラーみたいな、リップみたいな形になってて、あれ待って、カネボウのがさ、だからやっぱさ、わかんない、カネボウのが薄いかも。こうやって見ると薄いね。ルナソルのが薄い。ファンでついてたのかな。でこれちょっともう名前わかんないけど、いつも字幕出てるよねみんな。すっごいもうクレヨンみたいな濃いやつ。このクレヨンみたいに濃い、これはインスタのちょっと名前わかんないんだけど、中国のブランドでインスタでじゃあ TikTok かなんかの動画で出てきて探して買ったんだけど、これがやっぱ一番濃いので、パウダーでちょっとボケるのと、これすごい馴染みがいいから、これを使ってぼかしてでパウダーを入れてます。でこのねブラシが昔から言ってるすごくおすすめのブラシで、セフォラでしか買えない、多分パトリックターっていうセフォラのねブランド、パトリックのブランドのノーズコントアブラシで、こういうちょっと扇っぽいものにブレンダーブラシがこっちについて、しかも結構なんか毛が密度が少ないホワホワ系のブレンダーブラシで、こっちで形をこう整えて、できてきた。で反対側でこうぼかすと綺麗にこう鼻ができます。横から見るとさ、これ鼻がさないのないんですよ。はい、でパウダーはビムのこのパウダーがすごく好きで、これが好きなのと、あと最近日焼け止め入りの、この間ロフトで買ったんだけど、エトボスの日焼け止め SPF50 PA4 プラスのパープルタイプのパウダーを買いました。これ化粧直しとかの時とか旅行行った時とか紫外線がある時に上からお直しでいいかなと思って買ってみたのと、あとパウダーはやっぱりジバンシーね。パウダーやっぱりプリズムリーブル大好きで、最近さプレストタイプもさ出てるからさ、このプレストタイプ、これは00番粉タイプと同じようにふわふわサラサラですごくいいので、これを使うこともすごく多いのと、あとはナーズだね。これちょっと限定パッケージなんだけど、ライトリフティングセッティングパウダー、このパウダーも大好きで使ってます。だから薄付きでちょっと本当はファンデのままいたいけどちょっと粉はたいときたいっていう人とかは、やっぱこの辺すごくおすすめかなと。プレストタイプは
ほわっと塗れるのでおすすめかなと思います。私は今日ジバンシーのプレストを使います。ほらファンデがもうね馴染んできてるでしょ、リキッドなのに。わかるかなこの違いで。ブラシはレアビューティーのブラシ、これもセフォラブランドなのでちょっと日本じゃ買えないけど、眉毛のところをちゃんと塗ってあげて、でここね、ここ毛穴気になるよね。ここ開いてくるんだよね私。だから優しめにのせます。ここ立ってなんかポンポンポンってのせるようにしてる。スイープしないでトン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 ってのせました。そしたらノーズシャドウが薄くなっちゃう気がするので、ここで重ねます。まあそれは丁寧に化粧する時だけだけどね、普段はめんどくさいのであんまり重ねないんだけど、ルナソルをちょっとだけね、気持ちいいこの辺に重ねるのと、この辺にこの横も入れてきます。ハイライターやります。次はハイライターはこの2つをよく使ってます。シュウエムラのこのマネキュアみたいな毛圧やドロップリキッドタイプと、レアビューティーのもうギャンギャンハイライターエクスヘリ8、このギャンギャンいきます。今日最近このギャンギャンばっかり使ってる。これはエコツールスっていうところのブラシで、もうほんと鼻の真ん中、この高く見せたい高くないところと、このブラシの先端を使って鼻先にほんとちっちゃくちょんと入れて、ついでにこのね、なんだっけ、ここにも入れます。はい、そしたら眉毛に行きます。で、鼻周りの赤みを抑えたいんですけど、コンシーラー塗ったら浮いてきてどうすればいいですかっていう質問が来てて、これがおすすめです。これもないです。カバンに入ってるから。TWK の、これ、まだ開けてないストックなんだけど、私の。これがスティックタイプで、前にも紹介したことがあるんだけど、出先で指にポンポンってつけて、鼻の下とかにやると、もうピタッとくっつくので、めっちゃいいです、このコンシーラー。なので、コンシーラー浮いてきてどうすればいいですかってことなんで、浮かないから全然試してみてほしいなと思います。じゃあ、アイブロウ、眉毛は最近はもうパウダーで結構描くことが多いです。で、RMK のこのパウダーをずっと使ってて、でブラシは今はプラダの、で、レイちゃんの眉毛、描いてくれる眉毛がメイクさんのね、本当になんかほわっと可愛くって、どうやったって真似できないの。レイちゃんにすっごいコツを聞いたんだけど、レイちゃん曰く色のついてないブラシでぼかすって言われて、それやってもやっぱどうにもなんなくて、私の技術は無理だと思ってもう諦めてるんだけど、そのレイちゃんにインスパイアされてちょっとブラシを変えたのね。まずはこの細めのブラシで一旦描いて、その後このちょっと太いブラシでこうやってやるんだけど、まあ、全然レイちゃんみたいにはなんないので、まあオツって感じですまあいや適当で、眉マスカラは今これネイクブローマスカラコンシーラーっていう、なんかまあちょっとなんか明るくなればいいかっていう感じで金髪っぽい色なんだけど、ほらちょっと明るくなったでしょ。これだけです。以上。眉毛はもうマジ適当最近で、チークいっちゃいます。チークはもう本当におすすめがありすぎて、もう何から話せばいいですかって感じなんだけど、まずロードじゃん。ロードは好きですよ、もちろんね。ピギーは結構ピンクだ。最近使ってないね。別に理由はない。使いたいチークがありすぎて使ってないです。スプリンクルが結構好き。限定だった気がするな。スプリンクルの色は結構好きで使ってます。最近でもさ、なんかロードのに似てるのいろいろな韓国ブランドから出てるので、ロード買えないじゃん日本。だからそっちで買ってもいいんじゃないかなと思います。これフレックルって色も結構可愛いです。で、あとやっぱねグッチはね本当にね色がねほんのり出るんです。このシリーズ。これ違うの？あ、違うんだ。グッチグローブラッシュってやつと、こっちはグッチブラッシュドボーってチーク&アイもいけるんだ。これは結構なんだろう、ほんわりした色味なんだけど、こっちのグローブラッシュは結構パキッとした色をめっちゃ出してんのね。だけどすっごいなんつうの、ほんのり色づくのでめっちゃ可愛くつくの。チーク濃いの苦手な人もいける感じ。なんかね説明できない。ほんわりつく。で、私がいつも使ってる色は02番。こんなドピンクなんだけど、これもすっごくほんわり、あとグローだからハイライト効果もあって。で、このサンローランのもめっちゃ可愛いんだけど、サンローランのは逆にもう見た通りに発色するって感じなので、つけすぎ注意って感じ。
で大好き。これも大好きで、あともうチークは本当にいっぱいあるの。チークだけで引き出しが埋まってるぐらいチークがたくさんあって、あと何かな、ありすぎて。けど最近だからやっぱ使ってるのはそこだよね。そこかな。あとディオールのチークもめっちゃ、これか、このチークもすっごい好きで結構使ってます。これキャンディーって色なんだけど、キャンディーも結構使うかな。そんな感じ。あと最近はピュットのチークもすごくよくって使ってます。ロードとか最近使ってなかったからロードとか使ってみる。じゃロードのフレックル、ちょっと秋っぽい色。春にしてはちょっとオレンジ系でした。オレンジブラウン系でした。もっとピンクにすればよかったね。これをいつもこれさ、ピンクのさブラシ、ピンク使ってるブラシだからピンクになっちゃいそう。はいのブラシで、私はこの上に上げたいので黒目の下ぐらいからこう、もうほんと目にくっつくぐらいまでこうリフトアップ効果を狙って入れてますけど、メイクさんだとこの入れ方じゃなくてあんまり、でもすごく可愛くしてくれるので学びたいです。結構オレンジなのですねにしちゃいましたね。今から全部台無しにして上からピンクを重ねます。サンローランのこれ使おう。これ44番。これもうブラシが真っピンクになる。ちょっと手で落としてからポンポンポンと上から叩いてピンクになった。この違いがわかるかな。ポンポン、はい、ほらドピンクちゃんドピンクちゃんになりました。そうだね。だからチークはそんな感じで最近のハマりです。流行りです。次に前はもうアイメイク命だったのに最近全く重要視していないアイメイクに行きたいと思います。で最近使ってるアイシャドウはこの2つです。ディオールの647シルクトープって色とサンローランの025っていう色です。でサンローランの方がよく使っていて、こんな感じ、もう底見えしちゃってるこの色とか。ディオールはこういう結構使いやすい感じ。もう使いやすいブラウン系を使ってます基本的に。あとはやっぱこのデイジークのパレットもいいよね。みんな大好きのパレット。これやっぱ捨て色がないというか、これも結構すごく使いやすいパレットで、あとシュウ上村のこのパレットもすごい、これ限定なのかな。アイスカルプト 3D コントアベージュっていう色。あとはやっぱこのジェム、デコルテのアイグロージェムがすっごく好き。指で時短したい時は指でこれ単色で塗るだけでめちゃくちゃ可愛いので、これは結構暗めの色、9番、これ17番。これ結構最近よく使ってます。最近とかもずっとだね、よく使ってます。はい、じゃあ今日はこのシュウのアイシャドウパレットを使っていきます。フダビューティーの昔からずっと使ってるブラシで、この濃い色、私はもうこういう系のラメとか入ってないちょっとシェーディングよりちょっと濃いみたいな色をもうアイホール全体にドバッと塗ります。でぼかします。逆側で二重幅より全然広めにこういう感じでこのくらいまで塗ってぼかす。でもう本当にこれでほぼ終わりなんだけど、一応ちょっと違うブラシを取ってこの濃い色、締め色を目尻にちょっとのせて、アイラインの延長みたいな感じでのせて、で下まぶたも濃い色を目尻にのせて終わりです。で涙袋はほぼ描きません。だけどこのディオールのパーリーローズゴールドってペンシルが可愛いので、これをちょっとこのさっきの濃いところ、なんか黒目の下ぐらいから目頭までこれを描くぐらいが、茶色い線とかは引かない。なんか変に、それこそなんかすごい若作りに見えちゃうから、あんまり涙袋はやらないです。でビューラーは資生堂の匠の技だっけ、匠の技で、ライターで炙ったり炙らなかったりって感じで、ビューラーして、アイシャドウの後にビューラーしてます。ビューラーして根元から上げて、マキアージュ使ってたんだけど資生堂に変えたらやっぱめっちゃ上がる。めっちゃいい。この資生堂がめちゃくちゃいいです。エレガンスのこの下地はカールラッシュフィクサーは
もうないと無理です。ないと絶対まつげ落ちてきちゃう。何使っても。もうボンドみたいな、ノリみたいな、マイルズのさアフレコで言ってたけど。でこれをつけて、上まつげだけです、これつけるので。アイライナーはもうキャンメイク、あ、そうだ、もうなくなっちゃった。で私キャンメイクのもうクリーミータッチライナーのストックこんなに持ってるからこんなに持ってるの。02ミディアムブラウンを使ってます。いつもちょうどなくなったところだったので、すぐなくなるからさ、ないと困っちゃう。粘膜に、まつげギリギリの粘膜に目頭までがっつり、もうここまで塗るっていうか描く。で目尻はこの辺、ほんと目尻からちょっと上げるぐらい、こんなもんです。で同じことやって、やっぱり上げていかないと、全部上げていかないといけない年齢的に。で目頭切開ラインは一生下手です。だけどなんか描いた方が顔が締まるから描いてるけど、こんな感じ、もうほんと適当。この粘膜のラインにちょっとつなげるような感じで、右の方がなんか粘膜的に描きやすいので、本当にちょっと気持ち描いてるの分かりますか。ほんとこんくらいだけ入れる、あ、もうちょい入れた方がいいか。入れるだけで顔が締まる、写真が盛れるので入れてます。でこのくの字にここも入れたりするんだけど、まあよれるのであんまり入れたり入れなかったりって感じかな。でも目がクッと締まるから入れると可愛いですって感じです。でマスカラは今もうこのミルクタッチのこれがめっちゃいい。マジでパンダ目になんない。好き。TWK のマスカラもすごい好きなんだけど、あとこれねダークトープっていう黒じゃない色を使ってます。やっぱさ、まつげギャンギャンにしたい気持ちと、ギャンギャンすぎるとなんかギャルになっちゃう気持ち、ギャルなんだけど、なんつうの、昔のギャルになって、最近さやっぱまつげの目の抜け感メイクが流行ってるからさ、その狭間って感じ、どうしたらいいみたいな。で下まつげはまあ適当。私目が結構なんかこうなってる目っていうか、下まつげはビューラーもしないし、もうそのまままつげ美容液も塗ってないし、そのままなんです。でちょっと束感、気持ち束感を作りたいので、ちょっとピンセットで束感を気持ち作ります。はい、完成。これでお顔完成です。でリップなんだけど、リップも本当に私はいろいろ使っていて、ブラウンすぎたりイエベすぎるのがあんまり最近好きじゃないなっていうことに気づいて、でリップの乾燥とかに関しては私は常にリップクリームを塗っているので、本当に絶対リップだけはどんなことがあっても持ち歩いてるから、あんまり乾燥しないです。最近好きなリップはいっぱいあるんだけど、で最近好きなリップはさ、もうさ入れちゃってるんだよね。ピンクベージュ系とブラウンまでいかないぐらいのベージュでもヌードすぎるのはあんまり好きじゃないかな。似合わない。やっぱだったらリップライナーとかしないと、口の存在を出さないと他の化粧もやっぱ他のパーツも濃いからあんまり似合わないかなって感じで、ピュットのティントもめっちゃいいんだけど、ピュットはローズベージュの色がすごく好きで、もうほんと今もうなくなりそうって感じです。あと最近さ、ちょっとさマットっぽいクリームっぽいリップも流行ってるよね。このフィーのさ、これとかさ、これとかだとこれね赤いわ。なかなか赤いな。グラスが赤かったです。なんかベージュっぽいかと思いきや赤かった。赤すぎるのは最近使ってないかな。ここにさスタメンリップがさ常に、しかも SK2 のありました。なんかカンカンのやつ。あとそうだ、ビムのクッションもマジでいい。ヘラぐらい好き。もうほんとトップ2つが私の中で。なんかメリットのこういう色とかすごい好き。これメリットって海外のセフォラブランドなんだけど、こういう色とかめっちゃ好き。このさブラウンっていうの、これはトープだね。トープの色、そういうトープ系が好きだ。こういう色がすごく好きでよくつけています。あとこのねゲランのねこの色もすごい好き。これはすっごい暗いけどチュルッとするので使いやすいの。これね878番なんだけど、ほらこんなに暗い色なのにグロスっぽいっていうか超グローだから、逆にメイクが薄い時とかにこれとかをつけるとすごい
かっこよくなるというか可愛くなるので結構よくつけてます。あとこれはアルマーニのリップで、これもめっちゃ可愛いの。33番グラフ、この辺の色とかもすごい好き。撮影じゃなかったら普段使いとかにこれ可愛い、好きです。はい、そんな感じで、じゃあちょっと最後みんなからのメイクの質問を拾って終了したいと思います。海に行く時のメイクを教えてください。海に行く時は結構すっぴんのことが多いかな。どうせ揺れるから。けどサンゴに優しい日焼け止めをがっつり塗っても何回も塗り直してみたいな。潜る時はすっぴんかな。で普通にちょっと海水浴ぐらいの時はお化粧したりとかするけど、シュノーケルする時はもうすっぴんです。でがっつり日焼け止めを何度も重ねます。目のクマ現在はどうですかなんて来てるんだけど、このもう分かるよね、ここの影が。この脂肪が戻ってきてるんだけど、まあ別に気にしてない。あとなんかこの洗うと入るこの線うざいけど気にしてないって感じです。でもちょっとやっぱね、寝不足の時に青グマが出てくるようになって、もう普通にそれはまあコンシーラーで隠したりとかかな。新しいメイクをしてみようと思うきっかけって何ですか？やっぱりなんかSNS とかで見てこのメイク可愛いとか思ったらやってみるけど、比較的昔よりやらなくなったのと、やるってなっても打ち合わせだけの日とか写真を撮らない日に試してます。新しいプロダクトは結構そういう仕事じゃない時に試すことが多いです。学生なのですが、メイク道具として高いお金払ってでもデパコスとか使った方がいいですか？いや、今は韓国コスメとかプチプラとか手が出しやすいお値段で優秀なものがたくさんあるので、デパコスじゃなきゃいけないってことはないと思うけど、やっぱファンデとかは結構違うのかな。でも私韓国コスメもすごい好きだけどな。あとやっぱ発色の出方がデパコスっていうより海外ブランドと日本とか韓国のブランドでアイシャドウとかの発色の出方とか粉のピグメントの感じとかが全然違うから、それは好みな気がする。うっすらつけたい時は韓国コスメとか日本のコスメ、日本のものだとブランドによっては発色ががっつり、例えばアディクションとかもめっちゃ発色いいしとかだけど、海外のブランドだと結構もうピグメントがすごくて発色がいい感じがするかなって思います。メイク前のスキンケアでこだわってることありますか？クリームを塗ったら最後化粧する前に一回ティッシュで押さえるようにしてます。そのくらいです。メイクで一番こだわりがあるポイント、やっぱり今はチークかな。ずっとチークは絶対忘れたことないけどやばそうって感じです。おー、なるほどね。チーク大好きなアリサちゃん、チークだけの紹介動画ぜひお願いします。需要はあなただけでしょうかみたいな。ありがとうございます。 Vlog の中とかでちょっと挟もうかな。今度チークだけを紹介する。相当あるよ。あとよく聞かれるんだけど、唇フィラーしてますかって。ヒアルロン酸を唇に入れてるかっていう質問来るんだけど、入れてるわけ。こう入れてたらもっと綺麗な左右差とかないようにしてます。私入れてるように見えるのかな。もともと唇は厚いけどずっとコンプレックスだった。大人になってから好きになったっていうか、まあ許せるようになったけど、ちっちゃい頃とかはすごい嫌で、下より上のが分厚いんだよね。あともうこっちの口とか口下がってるから基本やだ嫌です。でもありがとう。それはでも褒めてくれてるのかわかんない。でもいや、フィラーされてますか、どうやって美しい唇を維持されてますかとおっしゃってくれてるのでありがとうございます。リップクリームは欠かさず塗っておりますね。はい、そんなもんでしょうか。時短メイク教えても結構来てたわ。今度時短メイクは時短メイクでやりましょう。タイムキープつけてとかね、やってもいいんじゃないかなと思います。シミ隠しで何かいいメイク方法ありますか？ニキビができた時はどう隠してますか？シミ隠しは、コンシーラーぐらいしかないし、コンシーラーでも浮いてきちゃうから、逆にそばかすとかを描いてごまかすとか、この辺にそばかす描いて日焼けみたいな感じっていうか、そばかすメイク私すごい好きなので夏はよくやるんだけどとか、あとニキビは最近はもうパッチを貼っちゃう。スターフェイスとかだと最近スターフェイスのブランドじゃなくてもさ、星型とかさ、なんとか型のさニキビパッチあるから、それを貼って、もそれってちょっとなんか若いよね。私やっちゃうけどさ、会社にそれで行くのはやっぱ違うか。私が住んでる世界がちょっと会社員じゃなさすぎるかも、それは。あとなんかみちちゃんはほくろを描いてた、そのニキビの上から。それすごい素敵だなと思ったのでやってみたらどうでしょうか。じゃあそんな感じかな。メイクを細かく解説しながら、みんなの質問を拾いながら、動画を撮ってみました。楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。